つも動画をご視聴いただきありがとうございます。で今回は、この話ですね、このシマノの水汲みバケツについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。で今回ですね、Amazon で購入したのはシマノのリミテッドプロ水汲みバケツの4リットルタイプとなります。こんな感じのバケツになってまして、リミテッドプロには4リットルタイプと6リットルタイプの2つがあるんですが、今回は赤の小さめの4リットルタイプを購入をしております。でシマノの水汲みバケツはこの楕円形ですね。楕円形が非常に特徴的で、これが磯場で水を汲むときに、磯に引っかかっても水が残りやすくて、非常に人気の高い、水汲みバケツになってます。これ私も愛用してまして、動画でもご覧いただけると思いますが、この水汲みバケツを使ってます。そうなんで、何度かなくしていますが、その度に新しく調達する際も、今回と同じような感じでシマノの水汲みバケツを、購入をしているっていうような状況です。ただですね、今回ですね、皆さんに一つお伝えしておかなければならない、重大なこのシマノの水汲みバケツについては欠陥がありますので、大切な水汲みバケツをなくさないためにも、まずこちらの動画をご覧ください。こちらは5月2日の長考の夕方、帰る前の最後の片付けの動画になります。で5月2日は練り絵の動画ですとか、全誘導沈め釣りの動画を別に撮影しておりまして、そこそこ釣れないにしろ大きな当たりも、堪能できたということで、非常に満足できた、長考でした。そんな非常に心地のいい長考の最後の片付けのところになります。あらかたですね、コマセは流し切って、最後に壁にこびりついたコマセなんかを流して、仕上げをしている時の、動画になってます。画面に映っているのは水汲みバケツのシマノのリミテッドプロの6リットルのタイプになってまして、今回購入したこの4リットルタイプよりも若干大きなタイプになります。で実はこのバケツですね、この映像撮影時、3回目の調校でして、昨年の12月に購入したばかりのバケツで、非常に画面から見てもわかると思うんですが、新しい状況の水汲みバッカンでした。この画面の通り水を汲もうとバケツを放り込んで、今ご覧の通り、ぷかぷか浮いている感じですね。こんな感じで水を沈めて水を中に入れて、そして引っ張ろうかなとしているところですね。岩場に引っかかっているのではないということはお分かりいただけると思います。そして、水汲みバケツを引っ張り上げると、ご覧の通りスルッと抜けています。その直前にバケツは沖の方に流れてますので、岩に引っかかってほどけてしまったとかっていうわけではありません。単純に水に入ったバケツの重さに耐えられずに、何かがほどけてしまったか、切れてしまってバケツが海中に沈んでしまったっていうものになります。もう一度、流します。水を汲んでバケツの自重で何かがほどけてしまって、そしてバケツが流されてしまったっていうところになります。この後海中に沈んだバケツの回収をですね、試みようとしますが、シマノの水汲みバケツって水が汲みやすくなるように片側にこんな感じで重りがついてまして、それもあってなかなか浮かんでこないということもあって、結局回収することは必ず沖に流れてしまったっていうところです。今回の水汲みバケツをなくした原因なんですが、犯人はこのパーツですね、このカシメ部っていうところからこの部分がほどけてすっぽ抜けて、そしてこの金属部分が、海中に流れていった、ここから先が流れていったことになります。長考3回目にもかかわらず、これが取れてしまったっていうところになります。一回ちょっと動画の方をご覧ください。で最後張り上げた部分で確認できますが、このカシメ部分からほどけて、ここから先がロープがピヨってなっているのがお分かりいただけるかと思います。で私は長考を必ず、道具は真水で洗って、塩抜きをするようにしてますので、腐食などが原因ではないということは分かっております。でそもそも使用開始からまだ3回目の長考で、この時点で傷んで取れちゃうとかっていうことは考えられないということもありました。実はこれ1年前にも、同じようにこのカシメ部からほどけてバッカンをなくすということを経験しておりました。こちらの動画ですね。最初にバッカンの糸をほどけてみたいなことを言っておりますが、この時まさに同じようにカシメ部からほどけまして、水汲みバケツだけが海中に消えていったっていう経験をしております。この時は釣り始めだったということもありまして、動画にもありますが、バッカンの中で餌とかを分ける時に使うセパレートバッカンっていうのを持ってたんですが、このほどけた先の紐を結びつけて、無理やり水汲みバケツの代わりにして、なんとか1日、長考を終えたっていうことになってます。そちらの動画はリンクをしておきますので、興味ありましたらご覧いただけましたら幸いです。東伊豆で、モンスターっていうことでね、青舞台でタモを折られた時の、動画になります。でその当時の、シマノの水汲みバケツは購入後1年以上経ってたこともありましたので、塩害とか、経年劣化かなとは思ってたんですが、
今回はそれとは違って長考3回目ってこともありますので、このカシメ部からほどけて水汲みバケツがなくなってしまったっていう結果になってしまったということで、今回は動画を撮っていたこともありましたので、カシメ部が取れてしまったということで、シマノに品質を紹介をしました。そして次がシマノからの回答となります。シマノ修理担当。今回お送りいただいております。修理番号〇〇〇。製品 649,690 ブク 151S 赤 6L に関してご案内申し上げます。ご指摘いただきましたリミテッドプロ水汲みバッカンブク 151S カシメ部の外れにつきまして、弊社品質管理部門にて検査しましたところ、症状の確認はできましたが原因を特定することができませんでした。お客様につきましてご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。また当修理品の不具合箇所につきましては、修理ができない箇所でございます。そのため以下の通りの処理方法を提案いたしますので、ご希望の処理内容をご選択の上、ご返信のほどお願い申し上げます。なお、大変恐縮ではございますが、代品及び代替品のご準備はいたしかねます。1、返金処理を進める。この場合、ダイレクト修理手数料は発生いたしません。2、修理品を返却する。返金処理はせずに、そのままの状態でお戻しさせていただきます。この場合、ダイレクト修理手数料は発生いたします。結果としては原因は分からず返金という対応を取っていただくことになりました。最初に動画にありました通り、同じシマノのリミテッドプロのバッカンを再度購入したということになります。ただ6リットルは、水がたくさん一度に汲めるということが利点があるんですが、なかなかですね、毎回4から5リットルの水をこうですかね、6メートルぐらいロープを垂らして持ち上げるっていうのは結構重たいんですよね。しんどかったということもあったので、4リットルの少し小さなタイプっていうのを今回購入をしております。その後、シマノさんには問い合わせといたしまして、カシメ部のこの部分ですね、カシメ部の耐久性ですとか、耐用期間、長考3回目でこれからほどけるってことが想定されるかどうかとかっていう質問をしたところ、次のような回答が来ましたので共有させてもらいます。シマノ修理担当。お問い合わせのご回答をいただき、ありがとうございます。この度はご使用中に不具合が生じ、ご不便とお手数をおかけしまして申し訳ございませんでした。ご質問いただきました内容についてご回答申し上げます。カシメ部は十分な強度と耐久度を持っていることを確認しているか、また、カシメ部分おおよそどれぐらいの対応期間を想定しているかについて、当該製品のカシメ部強度につきましては、ご使用に耐えうる強度を基準としており、その条件を満たした製品を販売しております。また、対応期間につきましては、ご使用環境にも左右されますため、一概に数ヶ月、数年といったようなご案内はいたしかねます。今回の貴重なご意見、ご指摘を受けて、今後の品質の向上に努めていく所存でございます。何卒ご了承の上、今後ともシマノ製品をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。ということで、耐久性や対応期間については予想通りお答えいただくことはできなかったっていうところです。今回の件を受けまして、Twitter にこの動画を投稿しまして、皆様から多数の意見とか情報をいただきましたが、カシメ部ですからほどけて水汲みをなくすってことは、実はね、結構多くの方が経験されていて、この水汲みバケツのこの金具っていうのは、全然信用できないので、購入時にロープから切って、直結をしていますとかっていう意見が結構ありました。ということで、皆さん結構経験されてるし、よく知られていた、不具合って言いますかね、問題だったっていうことが分かりました。で、このロープ自体は3ミリぐらいのポリプロピレン製ってことで、単純に言うとこれ100キロぐらいの重さには耐えられる強度があるってことで、このロープっていうのはもう十分耐えられる強度があります。で、弱いのはこのカシメ部ですね。この部分からほどけてしまうっていうことがあるっていうことで、使用による、劣化とか水汲んだことによるバケツの自重によって、これからほどけて、この部分からほどけてしまって、このフックから先が海中に消えてしまうということが原因です。で、特に一番大きなタイプの6リットルっていうのは、6キロのぐらいの水が、毎回汲み上げるっていうことで、かなりの負荷がこのカシメ部にかかっているっていうことになりますので、一見ですね、大丈夫そうな、さっきの動画もそうだったんですが、一見ほどけなさそうに見えるような状況でも、私の時のようにいきなりほどけてしまう可能性があるということです。で、私の場合は帰り際で、ほとんど掃除が終わった後で、しかもですね、ライブウェルの中にまだ大量の海水が残っていたので、最後は杓立てで水をまいて磯をきれいにして帰ることができたんですが、もしこれが、釣り始めとかだったりすると、1日の兆候が台無しになってしまうかもしれないということで、一大事になります。ちなみにですね、ちょっと関係ない話ではあるんですが、この件とは関わりなく、実は私、車の中に毎回予備の水汲みバケツ、小さな四角のバッカンを折りたためるやつを車の中には入れておくようにしておりまして、昔水汲みバケツで水を汲もうと放り投げたら、なぜかですね、普通は片手止めると思うんですけど、両手離しちゃって全部海の中に入っちゃったっていう、苦い経験がありますので、予備を必ず車の中には常駐をするようにしております。なんで両手を離してしまったのかっていうのは、今でも謎ですね。
今回はもう帰り際で、しかもライブウェルの中に水がまだ入ってたってこともあって、車の中の予備は使用せずに、そのまま、ひしゃく立てで水をまいて帰ったっていうところなんですが、シマノの水汲みバケツをご使用の皆さんに、お伝えさせていただきたいと思いますが、このカシメ部ですね。これは非常に弱いです。めちゃくちゃ弱いです。で、皆さんも、今度の兆候で私のように、ここがほどけて、バケツを失ってしまう可能性が、ないとは言えない。あり得るっていうことになります。で、シマノの、保証は受けられなくなりますが、お勧めするのは、ここから切断して、このバケツとロープを直結する。私はこの金属部分とこのロープを直結したいと思うんですが、そういうことを、対応を、あらかじめ取られることを、お勧めいたします。先ほど、シマノの保証と言いましたが、そもそも私の場合は今回ですね、動画を撮影していて、で、また購入時の、レシートがありましたので、購入後からあまり時間が経っていないということが、客観的に証明できることもあったので、返金いただけるっていうことになりましたが、これは動画もないと、もしかすると、そのような判断もできずに、保証はできないというような結論になったっていうことも容易に想像できます。ということで、これらを予防するためには、やっぱこのカシメ部、これ非常にやっぱり弱いんで、これを切断するしかありませんので、今回ですね、今から、ここを切って、そして直結していこうと思いますので、結び方などを参考にしてもらいますと幸いです。それでは実際に切断してロープを直結していきたいと思います。結び方はですね、いろいろあるんですが、簡単で強度のあるバレルノットっていうのをお勧めいたします。で、カシメ部は、今回のこのリミテッドイソバッカの場合は3箇所ですね。こちらと、こちらと、こちら。使用されているんですが、一番負荷のかかるこの部分だけ、切断して直結することとしたいと思います。で、この耳の部分にもですね、この、カシメ部ついているで、ここもやっぱり弱いっていうのは弱いんですが、負荷がですね、こういう形で、2つに分散されていること。そして、ほどけたとしても、これ片っぽが残っている可能性が、高いということで、少なくとも半分こうやって斜めになって回収できるっていうところもありますので、今回、切断するのはここだけにしたいと思います。ここにも1箇所カシメ部あるんですが、ここは別に負荷かからないところなんで、ここは残しておきたいと思います。で、またネットの情報では、この金属フックも、特にこの部分ですね。この部分が腐食などで、この部分がパコッと外れてしまう、先っぽ外れてしまうという情報がありますが、ここですね、実はコマ製バッカンにこれくっつけて、で、最後水、海水に投げれば、コマ製バッカンを洗ったりということで、このフックってすごい便利なんですよね。ということで、リスクはあるんですが、私は今回ですね、現況であります、このカシメ部だけを切断して、で、金属のこのフックのここにロープを直結して、リスクを取って、ちょっと利便性を優先して、このフックは残して生かしていきたいというような形で対応したいと思います。それではロープを結んでいきたいと思います。それでは実際にやっていきたいと思います。新品のシマノのバッカンですけど、切っていきます。ちょっとね、寂しい気持ちはするんですけど、背に腹は変えられないですね。ここからブチッと切ります。よいしょ。はい、切りました。で、こっちを生かすんで、ここをまず切りますね。メーカーの方がね、このカシメ部をもうちょっと強化してくれればいいんですけど、質問の回答を見るだけでは、ここを改善してくれるような近畿はないんで、自分で対策をするしかないですね。これだと、機械でね、ガッチャンガッチャンって大量生産できるんで、ぶどまりとか良くなって、生産効率上がるんでしょうけど、いかんせんやっぱり、動画のように、この部分が強度上のボトルネックになってるっていうところもあるんで、釣り人が対応するしかないですね。こんな感じで、切りましたので、ここからバレルノットという結び方で、結んでいきたいと思います。まず、こんな感じで、通しまして、本線ですかね、軸線に1回巻いて、2回巻いて、で、この2回巻いた二重の下を通すと。しながらやると難しいですね。こんな感じですね。2回回した輪っかの下を通すっていう感じですね。で、引っ張って、この二重輪っかの部分を形を整えてあげて、で、本線の方を引くと、シュルシュルシュルっと、こうやってロープが入ってきて、これでギュッと締められるわけですね。
カシミブと違って、このロープの強度がフルに活かせますので、これだと、多少使っても大丈夫って感じです。ただ、どうしてもですね、磯で擦れて、この辺がほどけてくるんで、この辺がほどけてきたら、適度にまた切って、結び直せば大丈夫っていう感じですね。もうこれですと、カシミブがないんで、非常に強い強度が期待できるっていうことで、皆さんこのバッカンですね、シマノ。これと違ってリミテッドプロじゃなくて、もう一個安い、水汲みバッカンもあるんですが、そちらも同じく、このカシミブって使われてますんで、その場合にはなくさないように、ぜひですね、一旦ここで先ほどのように切ってもらって、そして結び替えることを、ぜひともお勧めしたいと思います。バケツですね、水の中に流すと、単純に意図せずゴミを増やしちゃうことにもなりますし、貴重なバッカン買い直さないといけなくなったりしますので、こういう対策をとって、でも楽しい磯釣りライフを過ごしていただけたら幸いです。ということで今回はこのシマノの水汲みバッカンについてこの部分から切れてしまうので注意。それを防ぐためにもぜひとも自分で切って、そして結び直すことをお勧めしますという、そういう動画を撮らせていただきました。もし参考になりましたらですねとか、あとよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。無理か。